はい、それでは次こそ大利集落に向かいます。今ね、軽トラックが1台通ってったんで、もしかしたら誰か作業されてるかも。この左ですね。左行って、人いる。誰かバックしてきてる。よし、この先に大利集落があります。多分ね、でも人いそうな気がするんですよね。苔むし具合がまたいいね。若干砂利が落ちてある。通行止めの方向ではなくて、鳥居本ってなんだろう、集落があったのかな。これか、これですね。なんか挟まってる、なんか挟まってるような音がする。ここですね。一旦奥の方まで行きます。この辺りか。では見ていきましょう。それでは大利集落見ていきましょう。ここにね、祠あるんですけど、祠に何か祀ってあるのかな。お地蔵さんじゃなくて観音様、石仏っぽいものが祀ってあります。結構明るいですね。のどかで気持ちがいい。ここは結構ね、有名ですよね。なんか一時期なんか再生プロジェクトみたいなのやってたと思うんですけど、大学の方が。だけどどうなんだろう、なんか見た感じそうでもないよけど、あんまり話聞かなくなりましたね。なんか一時期そういうものをやってたと思うんですけど。わあ、静かでいいですね。セリ谷って書いてあるけど、電柱に。うわ、苔がすごい綺麗、鮮やかで。この静けさがいいですね。なんか山奥のこの静けさ。すごい静か。誰もいない、本当に。この誰もいないのがいいですね、また。うわー、気持ちいい。すごいのどか。大利集落についてあんまり詳しくね、
あんまりというか全然調べてないので、どんな集落かっていうのは全然知らないんでね、また後から字幕がつくと思います。でもなんかね、家が結構ね、扉が開いてるんですよね、全体的に。ここはドアガラスが綺麗ですけど、メーター取り付けられているのかな。で、神社がね、ここにあります。また帰りに神社と思ったけど、先に寄ろうかな、神社。のどかでいいですね、ほんと。比叡神社かな。市でがね、多分やり替えられてるから、今年になってやり替えられてる、多分。これが、倉庫的な場所でしょう。ここにマッシャがあります。これは伊勢のあれかな、市でのやり方、名前忘れたけど、でも普通の市でっぽい。なんかね、市での折り方って2種類あるんですよね。またこの石垣はいいですね、こけました。あと大木も多いし、これまあ大きい大木が並んでる。ほんと静かですね。なんも人の声が喧騒な音とか全くない。この山奥の静かな集落。うわ、左側に大木がある、ご神木が。ちょっとね、お賽銭持ってきてないんで、お賽銭は入れられないんですけど、後からちょっと帰りにまた寄りたいと思います。で、ここにご神木がある。大きい、これも。ちょっとね、これから一旦参拝してからまた巡りたいと思います。すごい。川のせせらぎだけが聞こえる。あと風の音と草のざわめきというか、やっぱり誰もいない。本当に誰もいない。なんか長谷集落と同じような感じがしますね。どこのね、扉も戸が開いてるんですよね。ここはね、なんかね、新しくやり替えられてるような、やり替えられてないような。で、稲が新しいんですよね、ここ。なんか大学の方がかやぶきを
小屋かなんか作ってるっていうのはなんか書いてあったような気がするんですけど、だけど結構これ月日が経ってる気がします。この蚊帳が。多分あれを作ってたんでしょうね。なんか頓挫したのかな、なんか再生プロジェクトみたいなことをしてたと思うんですけど、ここはね、なんか2004年ぐらいまで使われてたのかな、このログハウスは。確かそんな感じだったと思うんですけど、ちょっと思い出せない。確かそんな感じだったと思います。こっちはまあおそらく屋敷跡でしょう。というより昨日通ったので多分屋敷跡だったはず。何もないですね。あとはまあ上側に石垣があるのかな。ちょっと見てみましょうか、せっかくなんで。いやでも苔むし具合がいいですね。なんか集落のこれ誰も入ってない。これだけシダが踏み跡がないってことは。ここが屋敷跡だ。でこれが農地跡かな、この上は。墓地がないような気がする。ちょっと上までは行かないんですけど、多分農地跡っぽい、この辺は。よいしょ。ここに、アルファベットで何か書いてあるんですけど、名前かな、なんかいろいろ羅列してありますけど、名前なんかな。確かね、これ思い出に作ったのかな、少年山の家の利用されていた方が何だったか忘れましたけど、確かそんな感じだったはず。ここまでですね。うわー、でもこれ草が色鮮やかでいいですね。では折り返していきます。確かそこのログハウスを使ってた方の思い出として刻んだみたいな話だったと思うんですけど、ちょっと思い出せない。このログハウスですね。しかしどの家もどこかしらが朽ちてたり老朽化が激しくて損傷してますね。誰もいない集落。トタン屋根が割と綺麗に見えるけどね。でもであれがまあ鉄骨だけ、鉄だけ組んでありますけど、これ多分中途半端で終わった感じがしますね。この稲もどうなんだろう。
すごい稲がある。だけどこれ結構もう長い年月経ってる気がする。あそこなんだろう。なんかそんな感じがしますね。やっぱりどこも戸が開いてますね。こっちとかから見られるけど。すごい。プロパンガスとかいろいろ。なんか筆みたいなのがありますけど、昨日来た時は結構暗かったんで、割とちょっと不気味だったんですけど、これだけ明るいとは何も思わないですね。ここも扉が開いてる。だけどね、中のものは全部なんかもう何もない感じがしますね。家具とかは全て取っ払ってあれしたのかもしれない。持ってったのかもしれないです。ここのね、建物は綺麗なんですよね。メーターもあるし、やっぱりね、夜通るとね、若干怖いんだよ。でも、あそこ、窓ガラスが割れてて、扉が開いたまんま。ああいうのってコウモリとか入ってきたり、なんか虫とかが入ってくるから、あと湿気が溜まりやすいですよね。なんだろう。食事時だったのかな。すごいな。結構荒れてますね。数々の建物がある。あそこ、家屋のかやぶきの部分が崩れてる。ちょっと見ていこう。これがいいですね、この水路との道があるのが。日が差してきましたね。すごいのどか。やっぱりね、ここも車が入った形跡がない。これだけ緑鮮やかだと。ここもやっぱりかやぶきだけ残ってる。だってもう上部がね、完全に崩れてます。あの上の部分の屋根の上側が。びっくりしたー。トーテンポールというか、インディアみたいな感じの。多分もう崩れてますね。ほら、あそこ落ちてきてる。こんな感じですね。これが大利集落でした。最後はね、やっぱりドローンを飛ばして上空から集落を見てみたいと思います。はい。